あなたはアメリカにある有名な幽霊屋敷ラローリーマンションをご存知だろうか。19世紀この屋敷に住んでいたラローリー夫妻、夫は医者で妻は貴婦人という裕福な名家。当時は奴隷制度がまだあった時代で、ラローリー夫婦も使用人として奴隷を屋敷に仕えさせていました。そんな彼らの日常は頻繁に豪勢なパーティーを開き贅沢三昧。そして妻であるマダム・ラローリーにはある秘密の趣味が。あなた、こっちへおいでなさい。ある日、マダム・ラローリーは一人の使用人に声をかけ、共に階段を登っていきました。階段の先には屋根裏部屋の扉。彼女は微笑みながら、さあ、一緒に楽しみましょう、と告げたんです。開け放たれた扉。そこで使用人が目にしたもの。それは、大量の拷問器具だったんです。屋根裏を拷問部屋にしていたラローリー夫人。一体使用人たちの身に何が起こったのか。現代まで語り継がれる幽霊屋敷の信じがたい真相とは。オーソスケンタッキーのクリームなんちゃらのあれ潰して食べたらめっちゃうまかったケンちゃんです。私の謎の部屋入ってみる？やみやみこです。いいです、大丈夫です。本日ねご紹介するのはですね、なんとね恐ろしいんですが、屋根裏部屋で使用人をね拷問でいたぶっていた貴婦人マダム・ラローリーなんです。誰やねん。前も同じようなことやってる女いなかった？いた、ね、もうね分かりますよね皆さんね。もうね分かる人はねもう立派なメトラなんでね、ファミリーになりましょう。登録しちゃってください。登録してファミリーになってください。一体彼女は秘密の部屋で何をしていたのか、そのね恐ろしい一部始終について見ていきましょう。幽霊屋敷。遡ること約200年前の19世紀、アメリカ・ニューオーリンズにある一軒の屋敷が今回の事件の舞台。この屋敷に住むラローリー夫婦はかなりの名家。使用人に身の回りの世話をさせていたんですが、この使用人たちの身になんとも不可解なことが起こっていたんです。なんと仕えていた使用人たちが次々に行方不明になっていったんです。屋敷の外で彼らの姿を見た住人は一切おらず、どこに消えてしまったのか知る者はいなかったんです。そして消えるたびに新しい使用人がラローリーの屋敷に来るということが頻繁に起こっていました。この不思議な神隠しに伴い、街では妙な噂が囁かれるようになるんです。それは夜になると屋敷の周辺に幽霊が出るというもの。目撃者は皆口と目が糸で覆われていた、腹から臓器をぶら下げて歩いていたなどと、なんともおぞましい姿を口にするんです。そして屋敷からかすかな叫び声が聞こえるとまで言われるようにもなったんです。幽霊の見た目怖すぎるでしょ。これ出るだけで怖いのにキモみたいな見た目だったんですかね。まあ幽霊がねいたかどうかっていうのはまあ噂レベルなんですけど、実際ねこう叫び声っていうのがね響いてたっていうのはね本当なんですよね。まあね後にねこの叫び声が何だったのかっていうのは明らかになってくるんです。この奇妙な屋敷に事件が起こります。ある日の朝、突然火の手が上がったんです。駆けつけた消防隊員、するとラローリー夫婦に仕えていた使用人がものすごい勢いですがりついてくるんです。その姿はまるで何かから逃げるようで怯えた表情。彼は消防隊員にこう訴えかけます。俺が屋敷に火をつけたんだ。意外すぎるこの展開。突然の自供に困惑する消防隊員。そして使用人はこう続けたんです。お願いだ、屋根裏部屋に一緒に来てくれ。あまりにも切羽詰まった様子なので消防隊員は不審に思いながらも使用人についていくことに。屋根裏部屋へと案内された消防隊員はそこで絶句します。そう、屋根裏の拷問部屋を目撃してしまったんです。この一件こそがマダム・ラローリーの罪が白日のもとにさらされるきっかけだったんです。彼女は使用人を屋根裏部屋へ招き、いたぶり超残忍な方法で殺害していたんです。これ普通に使用人はさ、美人な奥さんに屋根裏に連れて行かれてなんかドキドキしちゃうんじゃないこれ。もうそういうことじゃないですよ。拷問も拷問ですよ。しかもただの拷問じゃなくてね、想像もできない。てかなんでそれやろうと思ったんだっていうレベルの拷問なんです。言葉が無力化する殺害現場。秘密の部屋の光景は見るに耐えないほどおぞましいものだったんです。床にはちぎれた腕や足が散乱。使用人たちは人間とはかけ離れた扱いを受けていたんです。例えば被害者の中には背中に無数の傷がある者がいました。彼は鉄の首かせをはめられ、頭を動かすことすらままならないような状態で鞭で叩かれ続けたというんです。他にもここでは言えないような扱いを受けた使用人たちがいました。あまりの惨状に目撃者からはこんな言葉が出ます。このような場面を適切に表現するには言葉はあまりにも無力だ。まるで人間をおもちゃのように扱うことを楽しんでいたマダム・ラローリー。その行いは筆舌に尽くしがたいものだったんです。住民が聞いたね屋敷からのねかすかな叫び声っていうのはね幽霊なんかではなくてマダム・ラローリーによってね痛めつけられた使用人たちの悲痛な叫び声だったんです。幽霊より怖いじゃないですか。
人間が一番怖い。ここで思い出していただきたいのが、今回の惨劇が発覚したきっかけ、それは使用人が屋敷に火をつけたことだったんです。一体なぜ彼はそんなことをしたのか。それは罪を犯してでもこの領塾の苦しみから逃れたかったからなんです。彼らからしてみれば刑務所で服役生活を送る方がよっぽどマシだったからなんです。マダム・ラローリーのいたぶりは彼らにとってまさに生き地獄そのものだったんです。名家であるマダム・ラローリーの罪を暴くには、使用人というね立場上ね、犯罪を犯してまで世間に知らせようっていうことをしなかったらね、できなかったんですよ。そもそもさ、こんなんやってんなら、もっと早く明らかになるはずじゃないの、なんでよ。問題はねそこなんですよ。実は以前から近所の住人は屋敷の使用人たちの様子がおかしいことにうすうす気がついていました。実際に地元の弁護士がマダム・ラローリーの元を訪れて警告したこともあったんです。ところが犯行の証拠が一向につかめず、彼女の行いを止めることは誰にもできなかったんです。弁護士は警察とは異なり捜査の権利を持っていません。そのため屋敷内で行われていることを追及できなかったんです。では肝心の警察はどうだったのでしょうか。彼らもあまりに不自然な使用人の神隠しに疑問を抱いていたんです。ですが実際に事件が起こってからではないと本格的な捜査は行えないんです。そのため彼女の悪事は誰にも止められず、のさばり続けることになってしまったんです。こういうことたまにあるけどさ、警察ちゃんとしてれば守れた命もあるんじゃないのこれ。そうなんですよね。そんなねクソみたいな警察しかいなかったんで、使用人のね人たちはね、もう決死の覚悟でね犯罪っていうのを覚悟の上でその周りに知らせようとしたんですよね、放火をして。さらにね驚くべきことなんですけど、これでねマダム・ラローリー逮捕ついにされるんですけど、この後のねマダム・ラローリーのね言動がねもうね恐ろしいんですよ。全ての悪事が明るみになったマダム・ラローリー。しかしなんと彼女罪の意識がみじんもなかったんです。いや怖すぎ。自分がやってきた残忍な行為を悪いことだとは一切思っていなかったんです。民衆は当然のこととして彼女に罪を追及したんです。ところがなぜそんなことを言われる必要があるのかまるで理解できなかったそうです。そしてマダム・ラローリーは町から失踪し消息不明となるんです。激ヤバサイコパスじゃないこれも。罪の意識ぐらいあってほしかったけど。いやそうなんですよね。逆にそんな一般的な感覚があったらやんないと思うんですけど、じゃあなんでマダム・ラローリーっていうねこの女性はこんなにねやばい人間になってしまったのかっていうところで、実はね彼女のね生い立ちとか、ルーツっていうところにその謎は隠されているんです。そしてそれをね生み出していたのは彼女がね育っていた環境もそうなんですけど、あとは結婚生活もなんです。満たされないもの。マダム・ラローリーはニューオーリンズ屈指の名家の生まれ、政治的な権力も持つ非常に裕福な家庭でした。子供の頃から使用人に身の回りの世話をさせ、何不自由ない暮らし。そして14歳でスペインの領事館の長と結婚。しかしその約4年後、夫が謎の死を遂げてしまうんです。悲しみに暮れるマダム・ラローリーなんですが、その数年後、弁護士であり銀行家である男と再婚。今度こそ生涯を共にするパートナーと出会えた。そう思ったのもつかの間、その新しい夫までも謎の死を遂げてしまうんです。そこだけ聞くとなかなかかわいそうな。私もなんか結婚相手失っちゃったらそんななっちゃうかもしれない。結婚したいんだ。 Will you marry me? I like soccer。生まれた時から備わっていた絶大な権力、その一方で全く幸福をつかめない結婚生活。この相反する2つの要素が彼女を次第に歪めていくんです。満たされない生活の中でマダム・ラローリーの目に映ったのは彼女を支える使用人の存在でした。ああそうだ、彼らで鬱憤を晴らそう。だって彼らは私の言うことを何でも聞く奴隷なのだから、どう使おうが私の自由なのよ。絶大なる権力のもと何をしても許されてきたマダム・ラローリー。そんな彼女に善悪を判断する倫理観など備わるわけもなかったんです。そのため犯罪が発覚してからも罪の意識を抱くことはできず、民衆からの批判は心の底から理解はできなかったんです。これはねやっちゃダメとかこれは我慢しようみたいな考えをねせずにねここまでね成長してしまったんですよね。振り返ってみればさ、なんか社会的地位が高い人の犯罪ってなんか昔多いわね。ちょっと厳密にはね難しい統計でもあるんですけど、例えばですけど、会社あったらね上司とかで理不尽なことされた経験ねないっすか皆さん。あったらねコメントしてみてください。偉い人ってそういうことやりがちなのかもしれない、確かに。偉い人は自分でさ自分が偉いと思っちゃってる人さ、そういうことしちゃうんだよね。周りが尊敬して初めて偉い人であって、なんか自分で偉いと思ってる時点でもうそういうことしちゃうよね。そして彼女が消息不明になった後、驚くべき真実が発覚するんです。異次元の殺害人数。
事件から10年間屋敷は空き家となっていました。そんな中、あるイタリア人がこの屋敷を購入します。1階で居酒屋を開業したんですが、ほどなくして店を畳むことに。ここはやばい、幽霊を見たんだ、そう語り、イタリア人は屋敷を売って逃げるように去っていきます。その後、別の人物が屋敷を買い取り改装工事を始めます。そして業者が床を剥がす作業を始めた時でした。床の下に少しの空間が見つかります。そしてその空間を覗いた時でした。作業員はその目を疑うんです。そこにあったのは生き埋めにされた使用人たちの遺体。しかもその数なんと75人だったんです。めちゃくちゃいいんじゃない？いやそうなんですよ。放火のね事件がね、発覚した時はね、生き埋めされた死体っていうのは気づかれなかったんですよね。ゾッとするわねこれ。床下から遺体が出てきたことをきっかけに、マダム・ラロリーが殺害してきた人数が大きく更新されることになるんです。結局彼女が殺害した総数はなんと100人以上。その後も何年もの間、この屋敷からは頭蓋骨や骨などがたびたび見つかっていたんです。このねマダム・ラロリーの屋敷はね、幽霊屋敷としてね、有名になってしまったんですけど、もう一つね有名なものが、幽霊屋敷だけでいいじゃない。何があるんだよ。この屋敷にはねマダム・ラロリーの肖像画が飾られてるんですけど、この絵がね世界一呪われた絵とされてるんですよね。世界で一番呪われた絵。この屋敷は様々な人に購入と売却を繰り返されていきました。そして改装を重ねてアパートになった頃のこと、その購入者が何を思ったのか、画家にマダム・ラローリーの肖像画を描くように依頼したんです。完成した肖像画はアパートの壁に飾られました。ではね実際ねその肖像画をね見ていきましょう。見んの？こちらです。いやなんか変な鳥肌立つんだけどこれ。俺結構好き。ずっと見てらんなくないこれ？めっちゃ寒いんだけど。怖っ。なんか怖くない？腕の位置おかしくない？いやもうなんかそういう細かいところまで見始めるとマジで気持ち悪いから嫌だわ。なんかベルトいかついね。ベルトキューってなってる。絵だからね。この絵がアパートの壁にかけられると非常に奇妙なことが起こり続けたんです。まずアパート内で幽霊が頻繁に目撃されるように、影のようなものが廊下や部屋の中を歩いているところが目撃されるようになったんです。さらに謎の超常現象まで起こりました。肖像画が一人でに動き、激しい音を立てて床に落下。他にも見る者の心に入り込んで名前を呼びかけてきたり、嘘くせえな、突然暗闇で冷たい手で触られる感触がしたりなど、このような怪奇現象にアパートの住民は苦しむようになったんです。この肖像画は悪魔が宿る世界一呪われた絵とされ、誰にも知られていない場所に封印されることになるんです。現在もこの絵の持ち主は不明。この絵に宿った悪魔は封印を解かれるのを静かに待っているのでしょうか。ちなみにこの肖像画を描いた画家なんですけど、描いてる間に体調を崩したりね、変な現象が起きたというのはなかったそうです。でも逆に怖いよね、それなんか自分の絵完成させるまで何も妨害しないみたいな、怖くない？確かに。現在も無知の音や人の叫び声が聞こえるなど呪いのような現象が起こる幽霊屋敷。事件から200年経った今では旅行のツアーに組まれるなど観光スポットにもなっているんです。しかしこの屋敷で起こったのは残忍すぎる連続殺人事件。忘れてはならないのは罪なき人々の命がもてあそばれてしまったということ。そしてその加害者マダム・ラロリーが罪を償うことなく生きながらえていたということ。民衆に街を追い出された後、彼女はフランスに渡ったことが分かっているんです。そこで隠居生活を送り、あろうことか62歳まで天寿を全うしたんです。ちなみにね、この屋敷なんですけどね、ニコラス・ケイジがね、ここで小説を書いたらね、怖い小説が書けるんじゃないかっつってね、実際にね、この屋敷をね、買ったそうなんですけど、なんと小説が全く書けずに売却してしまったそうなんです。バカじゃない、というわけでですね、なんとね、まあ幽霊はね いないっすよ。結局僕はいないと思うんですけど、もしねメトラの皆さんの中でね幽霊いるよってね思う人はその根拠ねコメント欄で書いてみてください。なんとなくっていう人はね、高評価で教えてもらえればと思います。